こんにちは。今回は龍神丸に筆塗り塗装を行いたいと思います。まずは脚部の塗装を行います。はじめにナトーブラックを使用してパーツの裏側を黒く塗装していきます。パーツの裏を黒く塗ることで全体の奥行きや立体感を演出することができます。とても簡単で効果が抜群な塗装なので、ぜひやっておきたい作業ですね。パーツの裏側を黒く塗ることができたら、シタデルカラーベースコラックスホワイトを使用して脚部を塗装していきます。コラックスホワイトは隠蔽力が高く優秀な塗料なので、数回塗装を繰り返すだけで綺麗な塗膜が作れると思います。ただしこのような大きいパーツの塗装は塗料の性質上筆目が出やすいので、塗料の量をコントロールして塗膜が筆目でボコボコにならないように注意しながら作業しましょう。脚部の塗装が終了しました。良い感じに塗装できたと思います。続いて側部の塗装を行います。側部を塗装する青はクレオスのガンダムブルーを使用しました。隠蔽力がそこまで高く、何度も塗装を繰り返さないといけない塗料なのですが、なぜか最近愛用しています。色味が気に入っているのかも。余談はさておき、ガンダムブルーをきれいに塗装することができたら側部の塗装は終了です。続いて爪の塗装を行います。爪の塗装にはタミヤのゴールドリーフを使用しました。この塗料は隠蔽力が高く、数回塗装を繰り返すだけで綺麗な塗膜を作ることができます。ゴールドの塗装は比較的簡単ですが、金属粒子のムラだけに注意して塗装しましょう。光り方が揃っていないと格好悪いですからね。続いて関節の塗装を行います。関節にはタミヤのジャーマングレイを使用して塗装を行いました。関節に関しては無難な色のチョイスですね。成型色よりも若干暗い感じですが、あまり気にならない箇所なので OK かな。ジャーマングレイを塗り終わったら脚部全体の塗装は終了です。なかなか良い感じに脚部を塗装することができました。複雑な塗り分けもないので簡単な塗装でしたね。続いて頭部の塗装を行います。まずはマスクの塗装から行います。この塗装にはシタデルカラーベース
コラックスホワイトを使用しました。脚部のパーツと違い造形が若干複雑なので奥の方までしっかり塗装していきましょう。続いて後頭部を塗装していきます。後頭部の青はクレオスのガンダムブルーを使用しました。この塗装は塗り分けもなくパーツも複雑な造形をしていないので無心でベタ塗りするだけで良いですね。続いて後頭部の飾りを塗装していきます。まずはパーツの裏側を黒く塗装していきます。パーツの裏を黒く塗ることができたらタミヤのゴールドリーフを塗装していきます。塗料をつけすぎてパーツの裏側までゴールドにしないよう少し注意して塗装していきます。最後に頭部のトサカを塗装していきます。この塗装もゴールドリーフを使用しています。金属粒子のムラに注意しつつ綺麗に塗装をすることができたら作業終了です。この後に光沢のトップコートを吹いて墨入れ作業に備えましょう。マットな塗膜に墨入れ塗料を流すと塗料がにじんで汚くなってしまうので光沢トップコートは吹いておいた方が良いですね。リタッチ作業面倒くさいですよ。それでは今回はここまで。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回以降も龍神丸の作業動画を投稿していくのでチャンネル登録をして続きの動画をお待ちいただけると幸いです。ではさようなら。Are you listening?